No hate TV. 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 こんばんは。はい、どうもこんばんは。はい、今日も始まりました、ノーヘッド TV でございます。はい。今日はですね、こういう特集なんですけども、象の会社。すごいっすよね。この建物は分かる人は分かるんでしょうね、やっぱりね。まあ、分かる人なんかは、この建物はね、一応ね、会社っぽい建物を探してたんですけど、いろんな普通の会社の建物、こんなタイトルのとこに使えないじゃないですか。頑張って、どういう会社がいいかなとかいろいろ考えて、麻生工業の建物とかいろいろ考えたんですけど、結局これは満鉄東京支社ですね。そうですね。まあ、今の商船三井がある場所ですね。はい。で、今年に入ってから、どうも、ノーヘッド TV 新しくなってね、毎週になってから、毎週会社の話してません？で、やっぱりその企業がおかしくなってるって、やっぱり相当やばいことなんじゃないかな、っていうようなことを、ここしばらくずっと感じてて、まあ、それは前からなんですけど、で、まあ、企業ネタがなんぼでも出てくるじゃないですか。それで、DHC とか、提携とかともう一つ大きな、ヘイト案件として、富士住宅っていうの、この番組でも過去に何回かやってますけど、それを、きちんと取り上げた方がいいなっていうことと、まあ、その会社におけるその差別というか、ヘイトというか、そういうものって日本でこれまでどうだったのかなみたいなことをちょっとまとめて、やりたいなと。要するに日本ってその企業、今でもそうだけど、民間でとか、民間に任せるのがいいのだとかね。その民間企業が頑張って国を栄えさせてきたんだみたいな、そういう自負がみんなの中にあるじゃないですか。ということは、そこがヘイトまみれになってるってことは、なんか結構それはもう日本の土台、根幹がもう腐りかけてんじゃないのっていう疑問があり、こういう特徴を持ってたんですけど、どうですか？その通りですね。企業社会ってよく言いますけども、企業が社会そのものになっているという現状で、やっぱり企業の動向って無視ができませんよね。はい。ということで、今日はですね、そういう、まあ、企業のそういう問題とか、いろいろずっと長らくそういう事例をご覧になってきた方、なおかつ、今日取り上げるヘイトハラスメント裁判の、支える会のですね、事務局長をやってらっしゃる、ムン・ゴンフィさん、をゲストにお迎えしております。皆さんに登場していただきましょう。はい、こんにちは。どうも。はい、どうもこんにちは。こんばんは。あれを出しますね、プロフィール。ムンさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日ね、まあ、後半にじっくりやるんですけど、前半にも、いつも、短いニュースをやってて、でもまあ、ムンさんの意見も聞きたいので、最初からずっといてもらっていいですか？お願いします。お願いします。よろしくお願いします。で、今、リバティ大阪20年いらっしゃったんですね。そうですね。20年間ジャストを務めましたね。だから、まあ、いわばそういう大阪のそういう差別問題とかそういうものをずっとその現場で見てきて、またそれに関してまあ、企業とか、まあ、学校とかで、教育というか教えたりとか、そういうことをずっとされてこられた方ですよね。
そうですね、リバティ大阪時代はどちらかというと、学校との連携をメインにやってきて、今の職場に移ってから、企業との関係、企業研修とか啓発という部分に大きく変わりましたね。はいはい。だからまあ、いわば、この会社とヘイトっていう意味で言うと、専門家の、方だと言えると思うんで。そうですね。企業の人権担当者なんか集めて講演を開いたりとかね、いろんな様々な行事企画されてますよね。安田さんにも以前来ていただいて、講演いただいたことがあったかと思います。ありがとうございました。はい。じゃあ、そういうことで、前半はちょっとサクサクっとしょうもないニュースがね、しょうもないか。しょうもないニュースがね、毎回、もう、前回かなりスピードを上げてやって、今日もうまいこと言ったんで、今日も今8時6分でしょ ?20 分に終わることになりましょう。しょうもないニュースはね、はい。もうコーナーにまとめました。週刊バカニュース。バカニュースコーナーを作ったので、これで、コーナーにまとまるとサクサクいくんじゃないかな。はい。まず最初これ。これは、どうですか？いや、まあ、辞職されましたね。銀座のクラブで、この時期に合流された遠山さん。議員辞職をされましたね。まあ、キャバクラに行ってね、辞職したということは、まあ、僕らとしてはまあどうでもいいっていうか、自民はさすがにそういうことをね、全然ちゃんとしてないなっていうことで、自民党に比べれば公明党って厳しいなっていう、ただそれだけの話であって、あれなんですけど、まあ、本来はもっと早く辞めてないとダメな人ですよね。そうですよね。というのはもう、2018年の時点で、出間山、遠山出間彦っていう名前になってましたからね。これ2018年っていうのは沖縄知事選が行われた年ですね。あの時にひどかったんだよね。それで、こういう、もう、ほら、ネトウヨが、なんかわけのわからんサイトを作って、そこで、なんかこう、しょうもないデマを、これは、なんか、小沢一郎の豪邸が辺野古の至近距離にあって、この10キロも離れて至近距離ってどういうことですかみたいな。デマをね、めちゃめちゃ流してて、僕ももうそういう印象になっちゃってたんですよね。玉木さんも怒りました、こういうデマで。そうですね。このデマっていうのは、辺野古の至近距離っていうのはもちろん嘘なんだけども、なんていうの、この別荘ですね、小沢一郎の別荘の建設工事で、玉木デニーさんがご利用しした、その建設関してですね、そうした内容のことが、正体不明の、なんか、サイトに載った、これを遠山さんがリツイートしたんでしたっけ？そうです。だから、拡散に手を貸したってことですね。怒られたら、内容の真偽を知りませんとかね、責任はどう問い合わせていただきたいとか言ってんだけど、その動画を作った人って誰やねんって、じゃあお前連れてこいやって言って、誰も連れてこれないわけですよね。これなんか、この時こういう、サイトが2つぐらいできて、ものすごいプロフェッショナルな作りの、遠山さんが、流したデマ動画もめっちゃプロフェッショナルな作りだったんですよ、で、なんかこう謎のサイトがいっぱいできて何なんだこれはとかって言ってる間に、このサイトにそのデマ動画が載って、まだ150ビューぐらいしかない動画のね、ビュー数が150ビューぐらいしかないときに、もう遠山さん、RT してるんですよ。だからなんかどっか繋がったんじゃないのという、感じもする。で、この、サイトはなんか2つぐらいあったけど、なんか、フーイズ情報から辿っていったけど、結局分からなかったんだよね。そうですね。直接なんかその新聞記者なんか追いかけてったけど分からなかったというものですね。ただ、いずれにせよこの事実はフェイク認定されてるわけじゃないですか。で、このフェイク認定されたことに関して遠山さんが動画を見つけて投稿しただけだと。あるいは内容の真偽は確認していないと。そういうふうに答えてるんですね。これもまた僕は非常に大きな問題だったと思いますけどね。だからまあ、このフェイクがその選挙の時にものすごい量の同じようなフェイクを大量に出すサイトがあって、それをガンガンネトウヨと自民党が RT しまくってて、で、そこに公明党もガンガンに加わるみたいな、アメリカの選挙で見たようなことを、2016年見たようなことをそのままやってても最低だなっていうことで、遠山っていうのは出ましこなんだというイメージになっ
ったじゃないですか。どうなんですか、これ、ムンさん、こいつは。ここまで野間さんがおっしゃったことをそのものは否定できないことなのですが、実を言うと、遠山さん、多民族共生人権教育センターが進めているさまざまなその外国人差別の案件を解決するために、すごく力を入れて、協力をしていただいた方なんですね。私も実を言うと何回もお会いをしたことが、アメリカがあったことがあって、この、辞職、そして政界引退という大変な時期にも、実を言うと、現在進行中の案件があったんですけれども、それについて必ず、後任の人間に引き継ぐからということを、きっちりと伝えていただいて、どんな案件かということについては、差し支えがあるので言いませんけれども、本当に法律とか制度が絡む、国を動かさなければ変わらないような外国人差別案件というものを、これまでいくつも解決に導いてくれた方だったんですね。ヘイトスピーチ解消法を作るときにも公明党の中の、舵取りもしていただいた方でもあったということもあるので、率直に言って私自身は、今回の事態はね、悲しいことだなと思いますけれども、なかなかちょっと複雑ですよね。この人、公明党のヘイトスピーチ対策プロジェクトチームの座長を2014年からやってたんですよね。そうなんです。で、実際にその法案の時にも活躍されたと。で、つい、2019年にも選挙運動に置かれたヘイトスピーチは許されないということをわざわざ、ガースーさんに言いに行ったりとかですね。そういう活動もちゃんとしてらっしゃるんですよね。遠山さんがね、そうでしょう、公明党の中で舵を切って、ヘイトスピーチ解消法の草案の素案みたいなものを作られたんです。見せてもらいましたけども、現行法よりはるかに良い法案を書いておられましたね。なるほどね。新菅さんも僕のフェイスブックの投稿にコメントつけて言ってたけど、やっぱりその人権のことでね、もう当選したとこからいろいろ頑張ってきた人なんだと。だから、と思うんだけど、結局、理念がないからいろいろバラバラに、ヘイトスピーチ反対っていう、その口で、フェイクニュース流しまくるみたいな、そんな人多いじゃないですか。大阪の維新、なぜ大阪にヘイトスピーチ解消法があるのかっていうことも、よくわかんないでしょ。なんであそこにあるのか。大阪の条例はね、条例は実を言うと、生野区の中の、住民運動みたいなものがあったんですよ。それが割と、大きな動きになっていって、うちセンター関わりましたけども。いや結局ね、そういうその草の根の動きがあるところに、反発しないで橋本徹とか乗っかるっていうのは、これが今流行ってるとか美味しいとか思ったんじゃないかと思うんですよね。で、実際に彼は、在特会と戦ったりとかもしてたし、だけども、慰安婦問題なんかではもうめちゃくちゃ歴史修正主義っていう、みんなそういうバラバラだよね、やっぱりね、スピリット的に。はい、次。野間さん、ちょっといい？今の問題で言うとね、はい、やっぱり地に足がついてないってことも言えると思うんだけども、遠山さんも一応公明党だから創価学会の池田大作さんなんかが人間革命なんかで核も基地もない平和で豊かな沖縄になってこそ本土復帰であるってことを言ってるわけですよね。沖縄に対する思いっていうのはやっぱり公明党きちんとしてほしいなって思うのと、あと沖縄デマに関すると、ごめんなさい、急ですけども、今月になってこれが民主主義か辺野古新基地にノーの理由、こういった本が発売されました。影書房です、版元が。で、私をはじめですね、新垣武さんとか稲峰進さん、高田鈴代、高木吉郎さん、宮城明乃さん、木村壮太さん、上野健二さん、前川喜平さん、そして私でもって書いてる本ですんで、よかったらこれも辺野古新基地というのがいわば差別を一つ手こにして動いたものなんだっていうことを、この中に記されてますので、よかったら皆さん目を通してください。この今の本はバカニュースじゃありませんので、はい、間違えないでくださいね。はい。次。これどうなんですか？これ、俺に聞いてる？でもないけどね。リコール署名 83% が無効化って、これ、報道されましたね、ついにね。これもすぐよ、これは2月2日の中日朝日ね。
まあこれはね、来週大特集やりましょう。はい。だけど、まあまあこんなのももう報道して、速報するだけっていうか、まあ83% っていうかね、まあもうこの正式にもう全部チェックし終わったってことなんですよね。そういうことですね。で、なんかその戦艦が、PDF を公開してるんですけど、それ見たらもう 90% 以上っていうとこもめっちゃあって、実際町とかね。で、それ、高志はさ、なんか俺は被害者だとかっていう。お決まりのネタを読む。もう被害者仕草入ってますよね。なんていうもう。安定のネタを仕草。ね、安定すぎるよね。それでなんか、でも結構ちょっと焦ってるような気がする。僕は懲役にも行きますけど、ほんまに行けよ、お前、みたいな。これでもやっぱり相当やばいよね。刑事告訴の対象ですよね。そうね。もういよいよ犯罪人として安田さん言葉少ないですね。いや、もうなんかさ、呆れて、まあ来週この件に関してどんどん言及しますけども。言うことないよね、別に。言うことないよね。でも最初から当初からうさんくさかったわけじゃないですか。海外勢力によるサイバー攻撃どうなったんですか。事務所内の盗聴はどうだったんですか。ゴミの無断持ち出しはどうだったんですか。タイヤのボルトを狙った工作はどうだったんですか。これも全部明らかにしない。近日明らかになるって何も明らかになってないじゃないですか。明日夕方5時から記者会見やるそうですから、それも楽しみにしてます。はい。まあ一応ね、うちの番組はこういうね、ふうに応援をしてきたこともあるので。応援してきたのか。はい、次。はい、次。これもちょっとね、バカニュースなんですけど、これは極産ニュースね。極産ニュースなの？そう。ね、裁判に負けたんです。六歳社っていう左翼出版社の社長が、この在日の女性というのは別に隠すことじゃないんですけど、リー・シネさんです。リー・シネさんが165万円裁判勝ったと。すごい金額ですね。165万ですもんね。結構多いですよね。550万円の請求で165万だから、かなりひどい誹謗中傷が認められたと。で、負けたというのを、その6歳社のサイトのスクリーンショットで伝えるっていうのが、まあ、我々の特徴なわけなんですけども。それでまあ、なんかですね、不法判決だとか言って、ビロン出したわけですね。ビロンちっちゃいのを持ってきてるんですけど、まあ、これはいいんです。リーシネさんよかったねっていう。そうですね。問題はね、こいつらまた本出すんですよ。こうなんか、そうなんですか。また柴北リンチ事件で。これ、何度ほどこれにしゃぶりつこうとしてんのかなと。でね、これよく見るとね、なんか伊藤大輔が、気に食わない相手を、呼び出して暴力を振るったみたいなことを書いてあるんですけど、これ、相手っていうか、日本第一党の荒牧ですからね。それを室井のように扱いたいわけですよ、この人は。しかも、ネタ元というか、根拠としているのが全部日本第一党ネタですよね。日本第一党から発せられたもの。そう。だから、依拠してるってことになりますよね、情報として。内ゲバ体質の極左というか、まあ別にこの人に限らないけど、ターフとかみんなそうだけど、いろんな本来の敵よりも、こういう身近なところへの攻撃性だけが非常に増していくっていうのは、これは多分昔起きた内ゲバの内容だったんだと思うんですよね。ほとんどが支援と、なんか、人間関係。多分昔の内ゲバも全部そうだったと思うんですよ。だからそういう過去の、伝統を引き継いでる人だなと。ということとともに、こんなの本ね、まあいろいろ今までもいろんな人から呆れられてきたりというのもあって、本ね、ライターがひどいんですよ、これね。ライターがね、こういう感じで、出てますね。ネトウヨとか、まあこの合田さんとか懐かしいですね。金玉社長ね。ターフとかですね、そういうのを揃えてると。いうことで、ちょっともう、ここまで、こういうネトウヨを揃えて、荒牧を被害者扱いして、
お前ら一体何のために何やってんのっていうのを笑いたいなって思って。あんま面白くないね、なんかやっぱりね。そういうニュースでした。リーシネさんおめでとうございます。ね、よかったですね。おめでとうございます。はい。じゃあ次は真面目なニュース。こっからちょっと、特集にも関わってくるんですけど、これ安田さんが、この間取材に行かれてたところですね。はい、そうですね。今画面映ってますね。これは、山口県の宇部市の海岸です。宇部っていうとね、山口県のちょうど南西部にあたります瀬戸内海沿いの、町ですけども、宇部鉱山なんかで有名なとこですよね。宇部鉱山のもともと本拠地ですけども。この辺ですね。そうですね。この辺で、はい、そこに、はい、そこにかつてですね、戦時中、長生炭鉱っていう炭鉱があったんです。これ、海底炭鉱なんですね。そうです、今出てますね。常滑っていう地域になりますけれども、宇部市の。はい、今、野間さんが地図出してもらいました。っていうのがあって、この部分がこういう写真なんですよね。そうなんです。これね、今見えてる。イメージだけど、海なんだね。海なんです。海に2つばかり突起物が見えますよね。これがね、炭鉱の跡なんです。海底炭鉱でしたから、海底の炭鉱から出た排気口、あるいは排水口、両方の機能を持ってるんですけども、排気口、排水口が2本、海上から突き出てるっていう絵がね、まだ今でも行くと見ることができる。これが唯一の炭鉱の名残なんですね。アップで撮った写真がこれです。まだ残ってるんです。ピーヤっていうんですね。これはね、そう、ピーヤと呼ばれてます。で、この2本のピーヤが、いわば長生炭鉱の遺産としてここに残ってるわけなんですけども、なんでここに行ったかって言いますと、これ1942年、昭和でいうと17年です。ちょうど今日ですね、2月3日、ここで大規模な事故が起きたんですね。いわば海底炭鉱の水没事故なんです。で、この事故によって183人がこの2月3日に亡くなってるんです。でしかも亡くなった183名のうち136名が当時の朝鮮人労働者だったと。その慰霊祭が行われたんですね。ちょうど今日だったんですね。そうなんです。2月3日なんです。これがその当時の、さっきのピーヤとかが、今はピーヤで残骸みたいになってるけど、当時はこういう状態だったんですね。そうですね。この奥の方に、この辺がさっきのピーヤとかいうあたりですね。これ若干場所がずれてると思うんですけども、いろいろ口口からいろいろ回転につながっていくのはここだけじじゃないので、いろんなところがあったんですけども、これはちょうど長生炭鉱の象徴的な一番でかいところの写真なんですね。ここにね、女の人が写ってるんですけど、この人がなんか、チマチョゴリを着て写ってると。そうなんです。言われてますね。だ非常に朝鮮人労働者も多かったし、もちろん家族を持った人なんかもいるわけですから、宇部地区っていうのはもともと江戸時代から最短、炭鉱をね、石炭を取る場所として知られてましたけども、この朝鮮炭鉱っていうのは、その戦時中、戦前戦中においては、最も朝鮮人の比率が高い炭鉱の一つと言われていて、朝鮮炭鉱ならぬ朝鮮炭鉱とまで呼ばれてたところなんですね。そこに朝鮮人労働者が多かった。で、そこで事故が起き、2月3日に海底炭鉱で、いわば、岩盤が崩れたわけです。そこで海水がどーっと流れ込んで、183名が亡くなり、うち136名が朝鮮人、つまり7割強が朝鮮人労働者だったと、そういう事故なんですね。で、ここに今、慰霊塔がこの海岸近くに建てられています。ここで1月30日土曜日に追悼式が行われたので、私もそこに出かけてきたということなんですね。これが追悼式の写真です。皆さん黙祷されているところですね。これの結構ずっとやってるんですよね、毎年ね。これ1993年にこの追悼碑ができて、それ以来毎年、行われています、追悼集会は。安田さんはこれは初めて行かれたんですか？実は私初めてなんです、ここに行ったのは。どんな様子でしたか？多くのもちろん地元の在日コリアンの方をはじめですね、あるいは地元の市民の人なども集まって、やっぱり今回毎年本来でしたら韓国からも遺族が来るんです。
ところが今年はこのコロナの影響でもって渡航ができませんので、残念ながら韓国から来た方々は、韓国の遺族の方々はビデオメッセージっていう形でメッセージをお送りしましたけども、地元にいる在日コリアンであるとか、地元市民の人、そういった人が集まって、こうした追悼行事、厳かに行われました。メディアも何社か来てましたしね。そうですね。こんな感じで。そうですね。いわばチェサ。朝鮮式のチェサですね。チェサをね、やってたっていう中でね。一番手前に映ってるのは女性なんですけども、この方、シンガーソングライターの方で、実際に、遺族の系類の方ではあるわけですよね。で、こうした形で儀式が行われて、やったわけですけれども、やっぱりこの事件一つ持ってもいろんなことが分かってくるわけです。例えばさっきの追悼碑には、はっきりと強制連行ってやっぱ書かれてるんですね。ですから地元の人々、日本人の人々も在日コリアンもそうなんですけども、これきちんとやっぱ強制された労働の中で起きた悲劇であるということ、単なる水没事故ではなくて、日本の植民地政策の中で起きた事故なんだということをきちんと歴史に刻もうということで、市民団体の名前も長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会、こういう名称になってます。水非常っていうのは水没事故のことですけども、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む。つまり追悼するとかを振り返るとかそういう意味じゃなくてきちんと刻み込もうとで刻む会という名称にしてるわけですね。でこの追悼碑には136名の朝鮮人労働者の名前とそれから日本人と双方の名前が刻まれているこのピーヤを模した追悼碑なんです。右側のピーヤ、ここには、日本人の方の霊が眠ってる。で左側は、朝鮮人労働者の霊が眠ってるということで2つのピーヤーを模した追悼碑がかけられている。もちろんここに至るまでは今日はお話長くなるからしませんけども、さまざまな葛藤やさまざまな思いやさまざまなやっぱ出来事があったわけですね。すんなりといかなかったわけです。やっぱりその朝鮮人労働者が連れてこられた多くやって亡くなったっていうことに関して長いこと地元はやっぱり沈黙してたんですよ。なかったことにする。つまり地元の人もほとんどこの事故があったことを知らない。で当時は報道管制も敷かれてたものだからこの事故そのものが最初のストレートニュース以外ほとんど報じられなかった。しかもこれはあとは推測ですけどもほとんどが朝鮮人労働者だったっていうこともあり地元ではこれ大事故だっていう認識をあまり持たない人もやっぱ多かったんじゃないかなと私は思ってます。でとにかくこの労働の過酷さっていうものはもうかなり記録としては残っててねやっぱりこの水没事故が起きる前も、やっぱり何度も何度も地元の朝鮮人労働者に逃げ出してるんですよ。もう逃走が相次ぐ逃走って逃げるですね、逃亡逃走が相次ぐ炭鉱として有名だった。私実はね今日ね国会図書館に行って昨日だ国会図書館に行って、特攻月報っていう当時の特攻警察特攻月報という特攻警察の資料をね国会図書館で探してきたんですけども、そこにも長生炭鉱のことはちゃんと記事が出てるわけです。それは水没事故のことじゃなくてここでどのくらいの人が逃げ出したかということ、で逃走者を見てそしてそれを事務所にまた押し戻して連行し殴打したみたいな、ね、記録がきちんと残ってるわけですね。だから逃げ出しただけで特攻の資料に載ってしまう、そうしたような管理監督の下でやっぱり朝鮮人労働者が働かされていたということが非常に問題だったと私は思いますね。やっぱりこれ、それからこの朝鮮炭鉱と言われたぐらいに朝鮮人が多かったということもそうだし、それから地元でも長らく秘匿されてきた、あるいは記憶に残ってなかった、そこを一部の市民が一生懸命掘り起こして、93年から、91年から、きちんと追悼式が行われているんだけども、その追悼碑がある場所のすぐ近くに、今写真に出てますけれども、もう一つの追悼碑があるんです。これは旧炭鉱の関係者とか地元の名士の方々が建てた、慰霊碑なんですけどもね、この慰霊碑なんで書いてあるかというと永遠に眠れ安らかに眠れ炭鉱の男たちよっていう、そういう文字が刻まれてるわけだけども、どこにも朝鮮人犠牲者のことには触れられてないわけですよ。しかも犠牲者の名前が刻み込まれてるのではなくて、この慰霊碑を作った人々建立した人々たちの名前が刻まれてると。これ当時の炭鉱関係者だったり地元の名士なんだけども、僕はこの感覚っていうものがまさに今の日本を覆っている意識と僕は共有共振してるんじゃないかなっていう気がしますね。今の日本を覆っている意識っていうのはどういうあれですか？つまり実はねこの慰霊碑が建てられたのはもっと早くて82年だったんですけどもね、この時に
もちろんその時からすでにこの市民団体なんかは一部の人々は活動してたわけですね。なんとか朝鮮人労働者の問題なんと。で、90年代に入って一緒に慰霊祭を行いましょうって持ちかけるわけです。その時にこの慰霊碑を建立した人々は何て言ったかっていうと、一緒にできないって言ったわけです。なんで一緒にできないのか。つまり差別の問題とか植民地政策の問題を出すんであれば慰霊祭一緒に開くことはできない。なぜならば当時は朝鮮人も同じ日本人だったから差別はなかったって言うんです。だから差別とか植民地政策そうしたものを持ち出すんであれば一緒にできないってことで決裂してしまい、そして今は2つの慰霊碑があってそれぞれに追悼がされてるっていう状況になるわけですね。だからその日本のその会社というものが、そういう植民地支配であるとか、その徴用工の人たちをどういうふうに扱ってどういうふうに捉えてきたかの違いがその2つに現れてるっていうことですね。そうなんです。前回のソテギョさんを呼んでやった前回も結局のところ会社の話ですよね、あれもね。そう、まさにその通りなんですよ。徴用工っていうのはその通りですね。会社というものが、その植民地支配の中でどういう役割を果たしたかということと、あのツケみたいなことにもう戦後80年近く経ってもずっと、解決しないまま、なんかうやむやになってきてると。やっぱり、国家もそうなんだけど、会社がかなり、やばいと、ちゃんとしてないというところがあるんじゃないかなっていうことで、今日の、特集になります。で今日はね、この満鉄もそうなんですけど、そういう植民地時代のその会社の人たちはね、炭鉱なんかもそうだけど、結局みんな日本人として頑張ったんだみたいな物語、美しい物語に回収していこうとする。そういうことですね。ありますよね。だけども、それはもうそのこっち側からそういうことにしたくても、向こうはそういうわけにはいかないぞみたいな。全部そのすれ違いと言えると思います。で、今日はムンさんに、これからいろいろ、お話を聞くんですけど、ずっと今年になってからね、もうずっと DHC とかね、提携とかね、あとそういう話ばっかりしてるんですよ、この番組的には。で、なんか会社の話多いなと思って、で、今日はこのね、この話を、ちょっともう一回ちゃんとおさらいしておきたいなと。それから、署名が始まってますよね。そうなんです。で、その署名が始まってることによって、その署名で何を訴えてるのかと。いうことですね。それをもう一回ちょっと確認して、すごく非常にそこが大事なことなので、今これ、署名の、change.org で署名が始まってるんですけど、この署名は、その裁判をちゃんとやってくれと。ちゃんとやってくれと、裁判長に向けてるわけですよね。ちゃんと。大阪高等裁判所に向けて、提出する署名になりますね。一審判決、いいところは維持してくれと。で、一審判決の足らない部分、この後お話しすることですけれども、にある差別被害をきっちり認定をして、で、原告に対して今も続いている人種差別的な非難、報復をやめてくれと。そういう仮処分ですね。を命令してくれという、そういったことを求めている署名ですね。要するに今は、一応、一審判決は一応勝ってるんだけど、そうです。ちょっと重要なところで足りてないと、いうことですね。そうなんです。はい。その辺はどの辺、まずどういう裁判だったかのおさらいします。そうですね。はい。2015年の8月、31日の提訴なんですけれども、大阪岸和田の本社を置いている富士住宅株式会社、これ東証一部上場している、従業員1000人を超えて、資本金50億円という弱というね、堂々たる大企業です。2013年頃から、会長、今井光雄会長が、信じる、政治家の歴史観に基づく、人種差別的な文章を含んだ、文章を、繰り返し巻いていくと。
で、あるいはその作る会ですね、歴史修正主義教科書の採択運動に社員を動員するということが、繰り返され、これはひどいということで、そこで勤めている在日コリアン3世の現在の原告がですね、15年1月にまずは代理人を通じて、会社に辞めてくれということを、改善要求を行ったんですが、ガン無視をされて、で、3月に大阪弁護士会に、人権救済申し立てをするわけです。そうすると、その年の8月、初めの頃ですけども、会社から、いよいよ退職勧奨を受けたということで、これは戦わなければ、このまま辞めさせられるということで、8月31日に、損害賠償訴訟を提起をしたと。そういう裁判ですね。安田さん。はい。で、その判決として、ちょっと待ってください。その先に、富士住宅ってどんな会社かっていうのを、でっかい会社ですよ。この間からなんかの一流企業ばっかりで、提携もそうだし、アパもそうだし、DHC もそうだけど、でっかい会社ばっかりなんですよね。そのヘイト問題を起こすの。富士住宅も、一部上場で、はい、どうぞ。トップ画面のこの写真がね、大阪の御堂筋にある堂島ビルジングという、ビルの、屋上に看板を立ててるわけですよ。かつてはトヨタといったような、一流、日本を代表するような企業がここに看板を掲げていたと。そこにいよいよ我々富士住宅が看板を出すことができたんだ、なんてことをね、非常に自慢をしている看板ですね、これは。なんかこんな総務大臣賞とかも取ったりしてるわけですよ。なんかここだけ見たらもう完全に普通の有料会社ですよね。このトップあとはホワイト企業認定されてるんですよね、厚労省関係自体が。だから、ふざけるなって話なんですけど。そう、だからそういうズレの問題がすごいなと、やっぱり思います。で、判決はどういうものだったかっていうと、これもちょっとおさらいします。はい。そうですね。この次のスライドの方がもう時間もないので分かりやすいかと思いますね。一つはですね、人種差別的文書を配布したということが、労働者である在日コリアン3世の原告のこれ人格権を侵害する違法行為であるということが認定されました。それと2つ目が、教科書採択運動、作る会等の教科書への採択運動に、干渉を従業員が行ったということは、差別的取り扱いを含む原告の思想信条の自由を侵害する違法行為であった、ということが認定されました。3点目が、15年8月31日の、一審提訴後、原告に対する報復が始まっているんですね。原告を非難をし、その中には、人種差別的な表現を含む従業員等による感想文の配布が始まるわけですけれども、そういったことは、原告に対する報復であって、違法であると。この3つの違法行為が、認定をされて、前のスライド行ってもらっていいですか。で、2つの被告ですね、今井光雄と富士住宅に連帯をして、110万円の損害賠償金を払えと、そういう判決が下されたわけです。これ、まず端的に言えば、勝利判決とムンさん見てよろしいわけでしょうか。もちろんです。支える会のホームページでもほぼ勝訴判決という言い方をしてるんですけれども、勝訴判決であることは間違いない。で、ただ、この判決が出た後にもまたいろいろ問題が起きるわけですよね。そうですね。一つは、これはね、一審判決で、書かれた、一審判決で認定された、違法な差別文書の例なんですけど。こういうのを会社内で配りまくってたわけですよね。そうなんです、そうなんです。これは、その40ページ目とかね、40ページ目なんか見てもらうといいと思うんですけども、これがよく、ひどいということでね、我々も伝っているわけですけれども、YouTube、Facebook のコメントですかね、要するに在日を死ねよといったような文章が含まれる文章であったりだとか、43ページ目見てもらっていいですか。これは、これ従業員が書いた業務、要するに報告書なんですよ。そこにですね、線を引いてあって、丸がつけてあって分かりやすいんですけども、これ、今井会長がこれ線引いてるんですね。で、それの上から4行目かな、本当に日本に生まれてよかったと思います、うんぬんという、目的を達成するにはある程度の嘘も良いの国民性など、本当にかわいそうに感じますといったような、こういう文章が、これだけじゃなくてね、
本当に繰り返し、一審で認定された文書というのは、ごく短い期間の配布文書を切り取って、もうキリがないので、切り取ったんですけど、その中で200点近く、こういう人種差別的文書が認定を受けています。これ結局、書いてる人も、本気で書いてるとも思うし、一方で会長とか社長とかにすり寄っておべっかを機嫌を取るという、そういうのがありありと現れてますよね。何なんだこの社員はっていう。社員もムカつきますよね、そうですね。そうですね。だからムーさんもこの文書っていうのは、社員全員に閲覧が義務付けられてたわけですよね。義務付けられていたとまでは言わないんだけども、読むことを強く推奨されていた。推奨された。そういう言い方をしてますよね。はい。はい。で、しかも、こういった文章は、1000人の従業員が全員提出するわけですけれども、1000人分が配られるわけではないんですよ。1000人分の中から今井会長の覚えめでたき感想が大体100人分ぐらいセレクトされて配布されていくんですけれども、要は先ほどの、これもそうなんですけども、これらすべて会長の、これこそが私が今井会長が、目に留めた素晴らしい感想なんだと、暗黙のメッセージを込めて解放されてるわけですね。これは何て書いてあるのかな、恩情をあだで返すバカ者に憤りを感じます。批判ですね。そのものを煽る弁護士とマスコミに怒りを通り越した感情を持つ。社員がみんなネット上じゃないですか。これもあるし、例えばね、原告を殴ってやりたいと思いましたとかね。そういうことを従業員が書いて、それを読んだ今井会長がその感想文を全社員に対して配るわけですよ。ここもそうですよね。さっきのだから爽やかな、これとは全く内情が違いますよね。違います。ドロドロ、暗黒ですよね。もう、ドロドロっていうか、ちょっと陰湿だし、こういうことをね、社内でやりながら、訴訟が始まった後も、富士住宅はね、ホームページなんかでは、富士住宅は原告を配慮して、社内で守ってあげてるんだっていう、そういうことを宣伝をするわけですよ。ふざけるなということで、この人と提訴後のこの社員の感想文による違法行為というものは、一審提訴後に新たに追加をした争点なんですけれども、それがやはり一審ではしっかりと認められて、これはひどいと、裁判長書いてくれたんですね。基本的には、そのあたりの、ひどいということがあり、逆にその足りないところはどういうところなんですか？その前にね、ちょっと45ページにもらっていいですか？まずそもそもの、でも一審判決は、とても意義がある判決だったので、そこを確認しておきたいんですけれども、やっぱり労働者である、在日コリアンとの人種的なマイノリティが、安心をして、職場で働くことができる。そして、自らの持っている能力を発揮することができる。そういう環境を妨げるような、職場での反復継続的な人種差別的な言動というものは、そういった、労働者としての人種的マイノリティの人格権を侵害する違法行為であるということを認定をする。これは実を言うと、これまでの日本の、裁判史上、初めてのものなんですね。そういう意味ですごく画期的な判決であるし、外国人住民のみならず、これはもう労働者全体にも、これは該当するような、労働における一般的規範となりうるような、やっぱり画期的な判決であった。ということは、一審判決の意義としては、これ強調しておきたいところですね。ただやっぱり足りないところがある。どの辺が足りないですかね。そこはですね、後ろの方に行くんですけれども、ごめんなさいね。はい。46ページですね。はい。一つはですね、被告らが行った資料の配布行為が、
韓国人だとか中国人を集団として侮辱したり、野生動物扱いするような、そういった言動が含まれてたわけですけれども、ただそれは原告個人に対する直接の差別ではないという判断を下してしまったんですね。あくまでもそれは、労働者である原告が差別的取り扱いをそのような差別的言動を行っている、会長等から受けるかもしれないという、その差別的取り扱いを受ける恐れを抱いてしまいかねないぐらいの、そういったことを被告がやっているので、それは違法行為であるという、ちょっと持って回った言い方なんですけれども、その部分の判決文をちょっと抜粋。ありがとうございます。はい。そうですね、はい。中韓、北朝鮮の国家や国民性、民族性といった一般的、抽象的な集団について侮蔑嫌悪などの悪感情を抱かせるものではあるものの、原告との結びつきが明確ではなく、原告個人に対する被告会社の従業員が抱く客観的な社会的評価を具体的に低下させる効果があるとは認めるに足りないと。そうなんですよ。これは、従来のその日本の法体系の中でのヘイトスピーチに関する判断というのはこういうふうに大体なりがちだったけど、今回もそれを踏襲してるんですね。そうですね。ただ、やっぱりこの判決というのは、ヘイトスピーチ解消法ができた後に書かれているし、ヘイトスピーチ解消法ができる以前にも、日本は国際人権諸条約、人種差別撤廃条約をはじめとした、条約に加入をしていることから、裁判所というのはその条約を尊重した、法解釈を行う、期待がされているわけですよね。そういったヘイトスピーチ解消法ですとか、国際人権諸条約は、その人種差別被害というものを、個人を名指ししなければ、それは個人的被害がそこで生じますよなんていう制限とか限定は書いてないわけじゃないですか。そういう意味で言うと、やっぱり差別問題、人権問題に関するやはり理解がやや足りないというか、法律や条約から期待される、裁判所の責務ということに、やや目を背けた判決であるし、だからこそ、控訴審では、そこはやっぱり認めさせていかなければいけない。だからこそ、110万円というのは、先ほどのリー・シネさんの損害賠償の金額と比べても、低いわけですよね。その損害賠償金額の低さというものも、要は、その集団に対してなされた人種差別的言動が、どれだけその属性を持つ個人を精神的に傷つけていくのかという、もう差別被害の現実というものをしっかりとやっぱり認定していただくような、判決を控訴するには、ぜひ期待をしたいというふうに思っていますね。そうですね。安田さん、この点どうですか？だから差別行為そのものがきちんと裁くことができないっていう現状の問題点というのがかなり露呈したんじゃないかなという気がしますね。よく僕らも差別問題、こうした問題っていうのを取材しててよくわかるんですけれども、特定の個人を攻撃した、中傷したってことは割と名誉毀損であったり侮辱罪であったり、そうしたものが割と取られやすい環境にはあるけれども、民族総体であったり、あるいはヘイトスピーチと呼ばれている属性の問題に関してくると、非常に例えば警察であったり、あるいは裁判所であったり、そうした公的機関がきちんとした判断を示さないことが多いですよね。その辺が非常に玉虫色になってしまうということは、時にこうした裁判の結果にも出てしまうということ。ただし、人格権の損害であったり、そうしたことがきちんと認められたという今回の裁判の意味はものすごく大きなものがあるなということは思いました。で、この配達差別裁判というのは、その一般的なね、差別問題ではなくて、職場という閉鎖的で固定化された人間関係、環境の中で行われる集団に対する差別的言動というわけですから、若干特殊な事例だというふうに思うんですね。よく言われるのが、その環境型のセクシュアルハラスメントとよく似てますよねと。例えば職場にヌードポスター等を掲示をしている。これ今の常識で言うとアウトじゃないですか。そこで仕事をしている女性従業員、例えば女性従業員に対して性的に不快な念を抱かせる。それが職場環境を悪化させるということにつながるわけですから、環境型ハラスメントとしての、被害認定をしっかりとしてもらうという言い方もできるかもしれないですね。今までね、中国や韓国、中国人や韓国人のことを、その民族性を貶めるようなことを言ったとしても、それは個人に向けてるものではないからっていう、大体適用されるのは、そのネットでね、こう言ったとか、
一般に向けて本に書いたとか、そういう場合に、まあそういう判断になることがあるし、まあそれはある意味、個人をその単位とした権利の中では、そういう整合性が取れてはいると思うんですけど、会社の中でね、例えばその朝鮮在日は劣った、韓国人は劣った民族だとか、在日はどうのこうのみたいなのを毎日その他の社員に配られるという状況っていうのは、これ全然違いますよね。違いますよ。客観的にその客観的にじゃなくて、直感的にパッと見て、誰もがそれはおかしいし、ひどい被害だと認識できることじゃないですか。しかも、この富士住宅の場合で言うと、15年1月の時点ですでに、後の原告は代理人を通して、このような文書の配布によって自分は精神的被害を受けてるんだという、訴えを出してるわけですね。これやめてくれということを明確に意思表示をしているわけですよ。にもかかわらず、その後も継続をして、同様の文書配布をしているし、しかも訴訟が行われた、提起された後には、原告個人を名指しに等しいような形で、人種差別的な表現も含めた、報復的な文書を配布をしているわけですから、そういった意味でもね、富士住宅の中で行われていたのは、まさに個人に対する直接的差別ということが、やはり認めていただきたい。そうですね。というふうに思いますね。その点も、二審判決で、正されるべきということで、訴えてらっしゃることですよね、今ね。そうです、そうです。はい。だからなんかやっぱり直感的、これね、表現の自由からしてどうかって悩むようなことでもなく、直感的にこれが不法行為にならないのはおかしいでしょうっていうふうな分かりやすい事例だと思うんだけども、それが裁判所を経由すると、なんか法律を厳密なのか、無難なのか分かんないけど、そういう解釈をして、わけのわからないものになってしまうと、すっきりしない、多くの人が抱く直感とは全然違うものになってしまうという問題と言っていいですかね、これね。そうですね。これね、悪質だなと思うのは、これ差別文書の配布ですよね。そしてこの差別文書そのものの、いわば、同意を求めてる、賛同を求めてるっていう行為が加担するわけじゃないですか。つまり、これ典型的な差別扇動であって、最も悪質なヘイト行為であり、不法行為だって僕なんかやっぱ思ってしまうわけですよね、これね。だからそういうことで言うと、この署名ね、この署名が求めているものっていうのは、今の2点、ですよね。そうですね。個人直接的な差別であるということを認めてほしいということと、もう一つは、やはり、一審判決後に原告個人に対する攻撃が強まっているんです。人的な攻撃が、バンバン白が巻かれています。もしよければ、抜粋しているので、見てほしいんですけれども、なので、とにかく控訴審においては、そういった文書配布を差し止めてほしいという争点の結果を行っています。もうとにかく止まらないので。もう維持になってるし、もうこのネトウヨ社長会長の方は、やっぱり自分たちは国のために正しいことをやってるとか思ってるわけだから、本当そういうのが怖いよね、そういうやつら。なんか一種のカルトだよね。この裁判に負けると、日本人の言論が弾圧されてしまうんだといったような、結局国家、民族をすべて背負ったような、ただのお前のなんか妄想と、なんかネトウヨ趣味じゃんっていうとこが分かんないから、怖いんだよね。で、これ結局ほら、懲戒請求をやったやつらも似たような感じじゃないですか。同じ体温だよね、これはね。そう。で、なんか煽られてわーっと行くみたいな。で、いつまで経ってもやめないっていう、刑事罰いるよね、やっぱりね、これね。労働法に基づくとね、労働法は刑事罰をそこには設けてないので、確か、なかなか難しいんですけれども、でも本来で言うとね、一般的な侮辱とか脅迫に当たるような文章がいっぱいありますよ。
でね、ムンさん今日ね、ちょっとまだ資料をね、ムンさん今日の、ヘイトハラスメント裁判の資料と、この後やる資料のほとんどはムンさんが作ってくださったものなんですけど、まだ資料の3分の1も表示できてないんですけど、ちょっと次の話に行っていいですか。結局ね、この富士住宅みたいなケースって、新しいわけじゃないですか。で、こんなことを会社がやるなんて、まあ10年前だったらちょっと考えられなかったかなと思うんです。それは DHC にしろ提携にしろ同じで、10年前にはあんなこと堂々とやるやつがいなかったですよね。で、今回、ちょっと会社と差別の事例ということで考えてて、積水ハウスの、ことを入れかけたんですけど、よくよく考えたら、あれは会社が、民族差別、被害者と一緒に民族差別と戦った例だから逆だなと思って。裁判を支援しましたからね。そうそうそう。要するに、それは2008年ぐらいでしょ。そうです。で、その頃までは、会社っつうのはそういうふうに、従業員が差別を客から受けたら、その差別を受けた側に立って戦う。あの時の積水ハウスはだいぶ攻撃されたけど頑張って戦ったじゃないですか。積水はね、あの時点で言っても、ハラスメント被害を受けた従業員を守るという点で言うと、当時の水準から言ってもかなり進んだ企業の姿勢を示した会社だと思いますね。だからまあそういうところから一気に十何年経って、もっと悪いようにこうなってるような気がするんですよね。で、過去、その会社とヘイトスピーチということで、まあ、ヘイトスピーチっていう言葉はなかったと思うんです。差別と会社ということで言えば、誰にも参照されてる、有名なものとしてこれがあるじゃないですか。日立就職差別事件がありましたね。これは1970年で、まあ、一つのその参照事例っていうのがこれだと思うんですけど、結局、在日コリアンだということを、明らかにせずに、就職内定をもらったら、在日だと分かったので雇いませんと、いうようなことを言って、それでまあ、これは、裁判に勝つわけですよね、これ。で、謝罪して、まあ一つの差別はよくありませんねという共通認識が日本のその企業社会の中にできたもののきっかけの一つ、企業だけでもなくて、これ戦後日本で、まあ、在日コリアンに対するその民族差別が、これ違法行為であるということを認定をされて初めてのこれ判決だったんですよね。それまで在日社会の中にももう差別されっぱなしで、もう仕方がないと。諦めるしかないというふうに思っていたものが、実はこの日本の法律に基づく裁判において、我々が感じてきたこの理不尽というものは、日本の裁判所であっても、まっとうにその被害を救済してくれるんだということを知った初めての事例だったと思うんですね。まあ、そういう意味で言うと、ただ、こっからすぐに、その差別、就職差別がスパッとなくなるかという、そういうわけでもなく、80年代、なんか、これ、僕何回も本に書いてますけど、僕、大阪外大の時のね、その先輩が、まあ、大阪外大、国立大学ですよ。で、もう、英語科っていうのは外大の中でも一番賢いところですよ。で、そういう、まあ、エリートのところにいた先輩が、で、バブル真っ最中、87年とかね、当時、勝手に、面接もしないのに、会社から勝手に電話がかかってきて内定ですって勝手に決められるような、そういうような時代ですよ。そういう時代に、その優秀な、先輩一人だけが、就職がどこにも決まらなかったっていうのを目の当たりにして、うわ、なんかこんなんなんだまだっていうのを驚いた記憶があるんです。僕19歳か20歳ぐらいの時。で、それがまあ、結局この日立就職差別事件から10年以上経った頃なんですよね。日本の会社って在日雇わないんだと。そんなのありなんですかみたいな感じですごく当時
驚いたんですけど、ムンさんはそういう、時代的にはムンさんちょっと下がる。私はね、91年に、まあ本来であれば卒業する年だったんですね。まだバブルがかろうじて残っている頃でした。で、まあ私のところには、ただ私民族名で大学に登録をしていましたけれども、まあ言ったら、ダイレクトメールは山ほど来てましたよね。民族名名乗って在日コリアンだっても雇いたいという会社がいっぱいあったわけですよ。ただ一方でね、スライドにもしましたけども、このバブル期の在日コリアンに対する就職差別ということで、ちょうどその頃私、学生運動で関わっていたサークル活動の中でね、まあ、アンケート調査なんかをやっていくんですね。バブル期の在日コリアンに対する就職差別というものですけれども、そこなんかを見てみると、やはり、先輩友人から聞いた話として、これはスライドではないんですけどね、先輩友人の話として、まあ、特定企業の名前が出てますけれども、アシックスから断られたとか、まあ、本名ではダメだったとか、まあ、そういう事例、私も先輩から直接そういう相談を受けたことありますけれども、そういう差別がなかったことはやっぱあるんですね。だからバブルの頃は、瞬間的にやはりでも、就職差別は緩んでいたと、体感的には思います。まあ、雇えるものなら誰でも雇いたい。まあ、結局バブルの時に、まあ、そういうふうにやってて、90年代になると、別に民族名でも、大体の大手の会社は就職できるようになりましたよね。逆にね、大手の会社であればこそ、まあ、今でいうとこのコンプライアンスですとか、一定反差別規範みたいなものが機能し始めているんですね。なので、大企業であればあるほどに、まあ、民族名とか国籍とか民族によって就職差別を行うっていう事例は少なくなってきたと思います。でこれは95年から98年にかけて、大阪府教育委員会の調査ですけれども、まあ、約1割ですよね、就職差別を体験したの。1割だから少ないと見てはいけないんですけどね、ただこれはね、1割も就職差別を受けてしまっていると。この次のスライドで欲しいんですけども、全然少ないですよね。まあ、ここまででもやっぱり90年代でもね、屈辱的な就職差別を在日コリアンの高校生とか大学生が受けているわけですよ。まあ一番上なんて本当にひどいと思いますけども、面接で無視されるわけですよ。集団面接だけど。相手にしてもらえないと。こんなことを受けるのはあったんだけども、それでも、まあ企業が人権問題、差別問題について、なんとか前向きに取り組みをし始めた頃、1割程度に差別被害を受ける、人種的マイノリティの割では下がっていったんですよね。まあ、一方でこういう現実もありますよね。だから、そういうような、流れに激しく逆行しつつ、もっとなんていうかな、昔だったらこそこそと行われたようなその差別が、もっと堂々と、例えば富士住宅にしろ、アパにしろ、堂々と行われると。まあ、DH もそうですけど、その大義名分にネトウヨ思想があるっていう感じですよね。結局なんか前よりひどくなってんじゃないか、企業社会がっていう感じがするんですけど、どうですか、森さん。これ就職差別っていうものは入り口のところじゃないですか。多民族も含めた民族差別撤廃運動をやってきた団体は、まあ、70年代半ばぐらいから、まずは入り口の段階での就職差別をなくして、まあ、就職をさせて、飯を食わせろという運動をやってたわけですよ。ところが、だから富士住宅なんかもね、雇うのは雇ってるんですよ。例えば裁判の中で、まあ、これもとんでもないことですけれども、うちは常務取締役5人のうちの何人は元帰化をした在日コリアンですとかね。そういうこと言って、雇ってるでしょと。雇ってる富士住宅が差別なんかするはずじゃないじゃないですかという言い方をするわけですよ。だから入り口は開いた。けど、入った後のやっぱり就労環境の問題というものに、我々もあまり目を向けてこなかったし、そこを問うてこなかった。まあそういった反省も感じるところはありますよね。まあ、安田さんどうですか、結局、会社の中でね、こういう
ヘイトスピーチ的なものが蔓延する、それが大義名分、ネトウヨ思想でがその大義名分となって、これは差別じゃないんだ、表現の自由なんだ、中国、韓国、北朝鮮への政治的批判なんだみたいな言い訳を持って、そういうことをやると、いう一方で、今日は結局調整炭鉱のこともそうなんだけど、過去にはそれとは逆に、みんな天皇の赤子なんだからという陛下の親民なんだという大義名分で出てきて、めちゃくちゃ危ないこととかやらせて死んじゃうというようなことがたくさんありましたよね。で結局、会社、憎悪の会社というテーマは、なかなか会社の中でヘイトスピーチが行われてますとか、そういうことではなくて、やっぱり労働力として、韓国人、中国人、朝鮮人、そういう東アジア人、これはだから今で言うと安田さんはもっとそこに、技能実習生を加えることもできると思うんですけども。そうですね。だから今、野間さん言ったように、日本の会社というのは、つまり日本企業っていうのは、この社会の風景を反映したものだと私は思ってるわけですよね。まさに社会の風景、社会の空気を反映したのが今の日本の会社。会社っていうのはイコール日本社会だと思って間違いないと思うわけですけども、それは戦前からずっと引きずってる、通底してるもんだと思います。今のまさに短きも実習生の話しましたけども、実習生、あるいは外国人労働者、そうした人々の今の境遇を見てもですね、会社っていうのは今のような不住宅とはまた違った形でもっての差別っていうのはもう日常的に行われているわけですよね。つまり、当たり前の労働者として認めてないというよりも、当たり前の人間としていわゆる人権以前の問題、人格の問題で立ち止まってそれすら認められてないというような状況が続いているわけですよ。僕が取材した中にあったのも、例えば実習生なんかの問題ですと、例えばベトナム人とかね、フィリピン人とか名前が難しいからタイムカードに名前書かなくてもいい、番号だけ記されてるとかね、あるいは外国人だけが異様に給料が安い、あるいは休みがない、こうしたことが平気で行われている。もちろん大企業なんかは、いや、うちはちゃんとコンプライアンスがあるからそんなことで守ってます。あるいはダイバーシティなんていうものを推進室なんて設けてます、今多くの企業が。すごい美しい言葉ではあるけれども、ダイバーシティの推進を主張する、つまり多様性を主張する大企業のじゃあ子会社が、あるいは下請けが、孫請けが今何やってるのか、ものすごい労働法を違反するような最低賃金を下回る賃金でもって外国人実習生を雇用し、あるいは外国人労働者を時に首切りし、無慈悲ですね、ある日何の理由もなく首切りし、そうした形でもって、いわば手のひらが真っ白と言える企業が果たして日本にどれくらいあるんだろうかって思うわけです。つまり外国人を、つまり自分たちと異なる属性の人間をいわば利用することによって日本企業ってずっと収益を上げてきた。それ調整炭鉱もそう。そうした形で戦前から、つまり、外国人を特別危険な場所で安価に働かせることによって声太ってきた日本の企業っていうものは今存在する。それをきちんと総括することなしに今でも差別だけが生き続ける。時に富士住宅のように内部でもってさらに差別を扇動し煽り、そして特定の人々を隅に追いやるようなことが平然と行われる。これが繰り返されているのがまさに今日の主題である日本の会社だと私は思いました。はい。ムンさん、結構もう時間なんですけど、今日、すごいせっかく作っていただいて、全部、出せなかったので、どうしても言い忘れたこととか、まだこれから先ほど安田さんおっしゃったように、企業というのは社会の空気を反映するという意味で言うと、富士住宅の中でヘイトが蔓延していくのは2013年頃なんですね。まさに日本社会でヘイトスピーチ凱旋とかデモが各地で本当に頻繁に行われるようになってきた社会の空気が富士住宅という、東証一部上場、本来であれば法律やコンプライアンス、そして、そういったものを守らなければいけない会社の中に悪い負の影響を及ぼしていったわけですね。なので、それをですね、やはり、尻拭いを我々してるわけじゃないですか。必死になって、10年かけて蔓延してきた、扇動性できたヘイトの尻拭いをして、それをですね、
許さない社会規範というものをもう一度作り直していくということを我々はしていかなければいけないというふうに思ってるんですけども、少なくとも企業の中でのヘイト、あるいは人種差別ということでいうと、それを推進していくその武器はあるんですよね。多くの企業が先ほど安田さん、やや批判的におっしゃいましたけども、お題目でも社内において人権を推進したり、反差別を謳う行動規範だったりだとか、倫理行動規範みたいなものを多くの企業は設けているんですね。日本経団連というね、日本の、経済を引っ張っている経済団体の中でも上の方に書いてますけれども、19の幹事社のうち13社は明確に人種、国籍、民族に基づく差別を禁止をする、そういった行動規範を設けているんです。で、例えばここの今出てきたアサヒグループあるじゃないですか。これ皆さん覚えてると思うんですけれども、日課ウイスキーの余市増上の営業部長がツイッターで、ヘイトスピーチを繰り返した。で、見張りをして、職場から処分を受けるわけですけれども、その時に、日課ウイスキーが引用したのが、グループの傘下に入っているこのアサヒグループのこのガイドラインなんですよね。これに基づき営業部長が行った行為というものは、やはりあるまじき行為であると。で、公にはされてませんけれども、何らかの処分を受けているわけですね、おそらくは。このような、企業が定めている人権基準というものは、これは私が見つけただけのものなんですけどもね、あまたあるわけです。日本社会にはやっぱり反差別、反人種差別の規範が、希薄であるといったような論もありますけれども、全くないわけではないんですよ。我々はすでにあるこのような反差別規範のようなものをきっちりと使いながら、企業にその規範を使って反差別の側に立つ、促しを行っていく。私の仕事というのはまさに、そういう立ち位置になるんだろうなというふうには思っていますね。その中で言うと、富士住宅というのは、もうお話にならないわけですけども。でも多分、富士住宅にもこういうもんあるんでしょうね。いや、ないです。ないんですか。ハラスメントに関する文章はありますけれども、これ一般的にはセクハラ、パワハラは言うてますね。人種とか民族、国籍という言葉はその中には出てこないですね。なるほど、なるほど。じゃあ、やっぱり、要するにその外形だけでも整えるっていうのはすごいやっぱり大事なことで、その整えたものに、その人たち自身も、縛られることになりますしね。そのよく、ヘイトスピーチ解消法だって、こんなの実効性全然ないじゃないかっていう意見がやっぱり多かったけど、形だけでもあるのが大事なんだっていうことをそうなんですよ。言ってたし、大阪のヘイトスピーチ禁止条例も同じですよね。だから、そういう条例とか法律の文言がそういう規範を、形作っていく土台になるっていうことはあるから、やっぱりそういうもの大事ですよね。っていうか、口に出さない、文字にしないと分かんないのかっていう話なんだけど、分かんないですから、大事なこと。明文化されたこういう規定があるのとないのとでは、やっぱり実際にね、そういったことをなくすための取り組みをやっていくときには、もう、天と地の差ですよ、やはり。やっぱりそこら辺は、やっぱりムンさんのその言葉は重いですね。それずっとそれをやってこられたっていう方ですからね。だからその、状況は悪くなってはいるんだけども、やっぱり、昔みたいに、差別か反差別かとか、右か左かっていう感じじゃなくて、もうそういうの入り混じってるじゃないですか。もうトランプのこともそうだけど、結局これを、差別的だって批判されてる人も自分はリベラルだと思ってたりするわけですから、価値が何かよくわかんなくなっちゃってるっていう問題でもあるので、そこはやっぱりその整理するためにも、そういう、きちんとした批判作りっていうのをやっていかないとなっていう。やっていかないとっていうか、誰がやるんだろう、いや、お前でしょうっていう感じなんですけど、俺、ね、どうですか、安田さん。僕たち企業社会にいないので、なかなか手を出しにくいじゃないですか。いわば、安田さんもアウトローじゃないですか。いや、アウトローかどうか。フリーターみたいなもんだけども。でもね、その企業っていうのは僕ら逆にこの立場からきちんと注視することもできるし、見守ることもできるし、そうやって批判することもできるって、この立ち位置は十分利用したいですよね。で、その上でもって先ほどムンさんおっしゃった、その武器を活用するっていうこと、
つまり、ヘイトスピーチ解消もそうなんだけども、別にあるだけだったら別になんか単なる魂のこもってない仏像と同じでもってほったらかしにされてしまうわけですよね。いかにそこに魂を込めるか、利用するか、武器とするか、活用するか、多分それがきちんと僕たちに問われてるんだと思います。どんどんその武器使いましょう。で、使うように進めていきましょう。そう思いました。はい。じゃあ、今日はなんかまだまだ、ほら、いい写真とかもあったんですけど、なんか全然、ムンさんすいませんね。あと2時間ぐらい必要だったと思いますけど、今日は、この辺りにしたいと思います。今日もまた、チケット、買わなくても全部見れるけど、一応チケットを売ってますので、概要欄のところにね、こういう、ここにね、出てますんで、見て、面白かったなという方は、ぜひ、なんだか購入していただけると、嬉しいなと思います。結構ね、頑張ってるんですよ、ノーヘッド TV、独立してから。分社化独立みたいな。分社化独立してから、今だって、先週までの放送のすべて英語と韓国語の字幕がついてるんですよ。これ、なかなか、ちゃんと僕たち仕事をしてますので、ぜひ、一応ね、僕のね、理念として、クラックとかしばき隊というのね、カンパを募ったことはないんです。で、僕個人もあんまりカンパっていうのを募ったことはないし、クラウドファンディングはないんですけど、一応その基準として考えてるのは、未来のことに金を出してもらうことはしないっていうことを考えていて、例えば、クラック商店で T シャツを売りますとかね、いや、あるものに対する対価を、もらうっていう形にしたいんですよ。だから、このノーヘッド TV も、カンパじゃないんですよ。先に放送されたものに対して対価を、払っていただけると嬉しいですっていう話なので、だけども頑張って、やりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ムーさん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。全然足りないと思いますけど、もう一回、だから署名の、そうですね。出してぜひ、チェンジスト東具の、ヘイトハラスメント裁判の署名、ちょっとまだまだ数が、もっと欲しいところです。ぜひ協力の方をお願いしたいと思います。これ出していきます。ここに、ぜひ、拡散をお願いしたいです。はい。URL、今、QR コードで読み込めるようになってますので、この部分ですね。ここ。URL がQR コードになってますので、ぜひ、ちょっとまだ少ないですよね。なんか、やっぱりでも、これ思ったんですけど、富士住宅の件ね、その社内のことっていうこともあって、なんかDHC とかに比べても、若干とっつきにくいっていうことがあったんじゃないかなと、よくわかんないみたいな。社内向けのヘイトですから、表に出ないですよ、なかなかね。そう、だからそういうこともあって、今日詳しく解説してみたわけなんですけども、ぜひ、これ、だから今見てすごい腹立ったでしょ、皆さんね。やっぱりひどいんですよ。会社の中でやられると、外からこう支援しなければ、会社の中だとずっとそういう地獄みたいなところにいないといけないわけですから。それとごめんなさい、長くなっちゃうと恐縮なんですけども、これ、富士は、ある意味特殊ではあるんですけどもね、例えば会社の中で、今の日韓関係、日朝関係を反映したような、韓国、嘘つき国家だとかね、朝鮮人は嘘ばっかりといったような言動っていうのは、実は普通の企業の中でもざらに対話としてはされてるんですよね。その中でやっぱり在日コリアンの従業員等は、やっぱりもう息を詰めるというか、肩を狭めるというか、本当に居心地の悪さを感じながら働いている人、本当に多いと思います。実はこのヘイトハラスメント裁判というのは、一つ富士住宅だけではなくって、やっぱり社内でそのような人種差別的言動を放置するというのは、会社にとっても違法行為になるし、アウトなんだと。そういう判例を作り出すことなんですね。だからこれはその原告だけの問題ではなくて、日本の社会で生きている人種的マイノリティが、本当に自分が働きやすい環境の中で、当たり前に働くことができる権利をしっかりと保障していく、そのための大きな意味を持っている裁判である。
ということを、ぜひ理解いただいて、先ほどの署名、ご協力をお願いしたいというふうに思います。はい、これです。はい。ムンさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。安田さん、来週10日です。ちょっとまたね、その緊急事態宣言云々があんまり意味あるのかよくわかんないけど、の間はやっぱりしばらくリモートで、やろうかなと思ってますんで、早く会いたいな。会いたいね。早く安田さんの実物に会いたいな。この間会ったじゃん。まあそうですね。だからちょくちょく会ってるから別にリモートにしなくてもいいんじゃないかって気もするんですけど、一応ね。はい。じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回は、2月10日。はい。来週水曜日です。はい。ではさようなら。よろしくお願いします。